んまに昔の職人が美味しいもの作ったら客は来よるやろっていう、そういう世界は何十年も前に終わってるんで、飲食店で料理作るだけじゃないじゃないですか。料理作り、ドリンクもその料理の一部ですけど、料理作ってその空気感ごと作るっていうことがやっぱり大事で、そんな飛躍したことを実は求めてなくて、この前食った時よりもちゃんと美味しいっていうものをちゃんと出して、飲食やっててよかったなとか、飲食やっててこういう気づきを得てこういう人生になったとか、そういう存在プラットフォームになりたいなっていうふうに思います。先ほどもちょっとお話、厨房の中の、インタビューで出てたものづくりっていう風な言葉があって、なんかこう僕的にはこうやっぱり製造業だったりとかそういう方の言葉な感じがしてたので、結構料理の業界からそのものづくりっていう言葉が出るのがすごい新鮮だったんですけど、そのものづくりという言葉を使われている理由というか、そこにこだわっている理由っていうのはどんな感じですか？ものづくり、その飲食店で料理作るだけじゃないじゃないですか。その料理作り、ドリンクもその料理の一部ですけど、その料理作ってその空気感ごと作るっていうことがやっぱり大事で、今ちょうど新店で問題になったのが、スピーカーが一箇所しかないから、そこしか発してないから、全体としての空気感が変やと、変な感じがしてたんですよ。でやっぱりこの前飲食すると、その僕らの上にちょうどスピーカーあって、ここだけはちゃんと居心地いいんですけど、おそらく向こうの人は何も声が聞こえなくて居心地悪いんだろうなとかまでものづくりやと思うんですよ、店作りって。だからそこまで意識してやれてるかどうかで、料理してる人がそこまで考えてるかどうかって全員じゃないですけど、そこまで考えてくれる料理人になってほしいし、ホールのサーバーになってほしいし、そういう意味のものづくりですかね。はい、じゃあそれはやっぱりこう店長だったりとか、ある程度そのやっぱり店を束ねていくだったり、これからちゃんとこうその店を切り盛りするっていう風な立場の人は、やっぱりそういう風なところの考えも必要になってくるっていうと。そうですね。多分それは今回のマネージャーが結構店長と、結構今壁にぶち当たってますけど、そういうことが多分店作りにとって、飲食店作り、飲食は繁盛させていく過程において大事やと思うんで、ほんまに昔の職人が美味しいもの作ったら客は来よるやろっていう、そういう世界はもう何十年も前に終わってるんで、そうじゃない世界を今ある機械、今ある箱、今ある業態で作るっていうのが本当のものづくり、飲食店のものづくりじゃないかなと思ってます。はい。それをこう考える上で、どういう、いろいろそれこそ、レストランバンクさんだと、いろんなお店を出されてきてっていう風な経験もあると思うんですけど、それでもやっぱりその大変なことにこうぶち当たるっていう風なことがあると思うんですけど、それっていうのはどういう風にこうなんていうんですか、毎回乗り越えていかれているというか。毎回乗り越えてる、毎度ですけど、もう僕もやってみて考えるタイプなんで、本当にやってみてあれ全然ちゃうなっていう時もあれば、やってみて近い、これはもうちょいやっていう時もあれば、もうその差異を見つけて、その差異を埋めていく作業はオープンしてからっていう、もうだからそこはむちゃくちゃ苦しいですよね、みんな。なるほどな。はい。でもそのやってみてっていう風なところの精神っていうのは結構会社にも根付いてたりとかする。根付いてると思います。はい。もうそうじゃないとマネージャー会議で詰められるんで、ええからやろうっつってまさに昨日ですけどねええからやって、もうええからマジでええからやろうっつってやってますね。はい。やっぱりやってじゃないと何かそのやっぱり得られるものも得られないっていうところなんですかね。いやもうほんまにトゥードゥリストに書いて何も始まってへん時とか見たりするんで、トゥードゥリスト書いて終わりかっていう話じゃないですか。失敗しようが成功しようが何かやってみんと何もわからんと思うんで、もうまずやってみよう。それで成功しよう失敗しようはそこから考えようぜ。
それはやっぱりその入りたての例えば新入社員の人だったりとかバイトの人でもやっぱりそれは同じく大事なものになってくるんですかね。いやもうでも絶対同じくやと思いますよ。もじもじ言われたことだけをやってて何がおもろいねんじゃないですか。言われたことを自分なりに解釈してそれを繰り返す過程で何かが生まれてくるはずで、計画で終わんなっていう話やと思うんですけどね。アルバイトだろうが新卒だろうがそこはぜひやってみてくれと思ってます。はい、ものづくりっていうのと同じくらいこうよく出てた言葉で、王道っていうふうな話も言われてたと思うんですけど、王道っていうのが大事だなっていうふうに思うようになったのっていうのはやっぱりそのお菓子作りされてる時からやっぱりそれはなんとなくこう思われてたのか。いや割と早めの段階でど真ん中のもんがもう多分僕の個人的な好みとしてショートケーキが好きってもうそういう感じです。マルゲリータが好きやしとんかつが好きやしもうそういうもうモダン焼きが好き、もうそういうど真ん中を食べ続けてきたので多分そういう家庭環境でも来たと思うんでその延長ですかね。多分僕みたいな人が日本人のもうほぼ大衆じゃないですか、はい、そこにおる人がちゃんとターゲットになったっていうだけのことな気はします。はい、なんかそういうふうに考えると結構競合他社さんとかでも王道をなんかやったらいいんじゃないかとか、うん、でもやりきれてないみたいな会社とかも結構あるとは思うんですけど、そこら辺に対してレストランバンクらしさみたいなところっていうのはどうこう加えていってるようなイメージになるんですかね。おそらくそこでブレていく人ってついつい売れへんから創作に寄っていったりとか、創作もそうですけどなんか単価上げるためにトリュフかけたりとかいくら乗っけてみたりとかになっちゃうんですけど、そんな難しい話じゃなくて目の前のお客様が望んでるちょっと先を行けばいいだけなんで、そんな飛躍したことを実は求めてなくて、この前食うた時よりもちゃんと美味しいっていうものをちゃんと出して、ちゃんとそのさっき言った音楽、立ち居振る舞い、スタッフの空気感、優しさ、その辺をちゃんとすることの方が大事。それをなんか置いといてここだけにいっちゃうからそうなってブレていくんじゃないですか。で結果売れないってことやと思うんですけどね。はい、そういうふうなその基本的なところに忠実にいくっていうふうになってくると、例えばマネージャーの方々と、こうしようああしようっていうふうな話をされるときになんかこうすごい毎回なんかこう単純な考えですけど毎回多分同じこう基本に立ち返ろうっていう話がこう多くなるのかなっていう気もするんですけど、なんかそれ以外で例えば、マネージャーだったりとか店長の方々とこうお話しするような内容ってあったりとかするんですか。基本的には僕マネージャーとしかコミュニケーション取れないって決めてももう数年経つんですけど、はい、その中でも最近やっと大事やなとやっと心の底から思えるようになったのは数字ってほんま大事やなと思って今更なんですけど、なんかその中でも幸い昔から僕ずっと現場立ってたんで、その中でも管理する指標として売上も昨年対比なんですよ。予算を立ててどうこう予算立てる時間よりも去年の2月と今年の2月を比べて今年の2月が良ければ俺たちは大丈夫だっていう指標もで動いてたんですね。割とそれをマネージャー会議でずっとそれ大事にしてて、プラスも原価率は一般的な指標のこの辺で走ってる去年で走ってるものを指標にして32なら32でいくし、人件費を利益とかどうこうってややこしい計算せんと、もうこの店は4人って決めたんやったら4人で行ってるのか行ってないのか、その3点に絞ったんですよ。割とそれが功を奏してきたんですけど、いよいよ規模も規模感になって、それだけじゃ通用せえへんようになってきて、今月に4回のその数字の共有にするようにしたら、この 3,4 ヶ月割と業績がいい店がすごい増えてきて、やっぱ大事やなと思ってっていうのは結構大事にしてますね。大事にしてきたのをより共有時間を回数を増やしたって感じですかね。
するとやっぱりその数字に対しての意識っていうのが他の社員さんに対しても割とこう意識するようなものになってきたっていう感じなんですか？と思います。なんとなくこのぐらい売れるやろっていうのが目標数字が決まって、今このぐらいやからあとこのぐらい足らんっていう感じに、多分店舗会議店長会議っていうのも出てないですけどなってきてるはずなんで、はい、それで変わってきてるのかなっていう。例えば就活生の方だったりとか、一般のそのスタッフの方だったりとかすると、料理の部分と数字を見たりとか経営をするみたいな部分って結構こう結びつくまで時間がかかったりとか、どっちかっていうとこう料理中心に入ってこられる方も多いのかなって思うんですけど、そこら辺ってどういうふうにこう意識づけしていく感じの？多分それも原価率ってもんを店舗で毎日見れるようにしてあるので、毎日見る必要は正直ないんですけど、例えば1週間攻めてみて、食材仕入れを攻めてみて、いろんなチャレンジをしてみたと。それで目標数字より 1% 上振れしてたら、ちょっとまずいな、それに売り上げついてきてないのかなっていう修正できるじゃないですか。割と料理で攻めつつちゃんとディフェンスでそれができるっていう仕組みを一応店舗ごとに入れてはあります。店をトータルでちゃんとこう良くしていくっていうのが、やっぱりその、料理人でありその社員であるそのレストランバンクの方々のやっぱり目指すべきところというか。そうですね、それがマネージャーで店長であってほしいし、なんやったらその社員さんたちだけで、アルバイトだけでそれがやってくれるようになれば理想ですよね。なんか東京行ったんですね、一昨日ぐらいに、大繁盛店を 3,4 年前におでん作る時に見た店が、そこはもともと食材をその場で作ってそれを売る、おでんにして売るって店やったんですけど、その作る工程がもうなくなったのか時間的に終わったのか分かんないですけど、それをやめてたんですよ多分、やめてるもんやから、一番僕たちが見に行ってる光景がなく、しかもあんま並んでないんですよ、そのおでんネタが。おでんはあるけど並んでない。その並べ方もなんかでっかいショーケース2つあって、1個だけにすりゃええのに1個にこう散らばして並んでて、でなんかそれって多分本当に分かる社長マネージャーさんたち誰かいれば、その指示を出せんのにな、もっと流行んのになとか思っちゃうんですよね。そういうことをうちの子たちには感じ取ってやっていける人になってほしいなと思って、それができたら店なんてどこでも流行るんですよ。その空気感作ることをなんか置いていくっていうか、みんなもおでんやったらもう練り物をどう美味しく作ってるんですかねみたいなことだけに終わっちゃうんで、そこじゃないんだよっていう。店っていう、店を作るっていう風なところ言われてると思うんですけど、そこにもつながると思うんですけど、じゃあ店を作るために日頃からどういう風なことが必要なのかなっていうのはすごい今お聞きしてても、やっぱりこうちょっと疑問に思うというか、お聞きしたいなっていうところなんですけど、先ほどからもずっとお聞きしてる内容ではあるんですが、やっぱりこう例えばそのおでん屋さんを見てもやっぱりそういう風な今社長が言われたような感覚になるかならないかっていうのは、どういうところで鍛えられていくんですかね？マクドナルド行ってもおでん屋行ってもイタリアン行っても、やっぱその人を見る癖はやっぱあるんですよね。そのシェフも見るし、サーバーで歩いてるアルバイトの子も見るし、どんな歩き方してるかとか、どんな髪型してどんな風な喋りでどんな理解度でとかついつい考えちゃうんで、なんかその癖は店作りする人、飲食の人はつけておけば、マクドナルド行ってもドライブスルー行ってもその勉強ってやっぱできて、ああいう喋り方はあかんよなとか、ああいう提案の時にあの質問にこの返しはないよなとか、この返しめっちゃええやんとか、なんかちょっとしたそういうのに気づけることじゃないですかね。それをだからインプットだけじゃなく、自分の店にどうアウトプットするかが大事やと思うんですけどね。
やっぱ流行ってる店ってやっぱり多かれ少なかれやっぱそういう細部になんか優しいというかおもてなしとか絶対うまい、皿の中でもそうですけどそれが感じ取れるんですよね。なんかそうじゃない店はなんぼ高級店でもやっぱり昨日と同じもの作られても何も感じないですよね。そこは感じ取れる人間になれるお店はあるんですけどね。全員まだまだ慣れてないですけど、はい、昨日より何かしたいってなったらその違う技術ちゃう情報何かがいるはずなんで、それが変わっていけへんってことはやっぱりそれ以上のことを目指してないっていうことに尽きる気がします、はい。店舗にその外国から来られたような方が結構いらっしゃるなというイメージだったんですけれども、そこに関してはどういうふうな意図で採用されてますか？もともとは、人不足からなかなか取り組めてなかったんですけど、いろんな出会いがあって、何人か入っていただいて、実際入ってもらうとやっぱりハングリー精神というかそのあたりが違うので、今割と増えてきたっていう段階ですね。なるほど。結構各店舗にお一人とかお二人とかなんかいるような感じかなっていうふうに思って、ね、はい、割と多いですよね多分。一応2人って一応定数を決めて、はい、日本人の中に入ってもらって日本人の文化を学びながら日本人のレストランのことを学んでもらうみたいな形をとってます。なので1か2、次も11月にベトナムから入ってくるので、はい、総数はまあまあなってます。受け入れられる上で大変なこともいろいろ、例えば文化だったり言葉の違いだったりとか、はい、それ以外にも受け入れる部分での大変さとかもあると思うんですけど、それでもやっぱりこうやっていきたいなっていう風なところっていうのはどういうところがあってですか？日本人だけに頼る店作りっていうのはなかなか難しいっていうのが正直なところですけど、どうせでもそれが始まったのならその子らと一緒にその海外へのチャレンジもそうやし、その人たちの地元の国でうちのブランドを一緒に立ち上げるとかまでいけたらよりええなと思って取り組んでます。まだそこまでなってないですけど、社員旅行で2晩その子らと飲んで食べて話して遊んでしてるとやっぱりいいんですよね。そのぐらいになるんじゃないかっていうポテンシャルは感じるので、引き続きそこは伸ばしていきたいですね。なるほど、はい、今後じゃあ海外とかも増やしていったりとかいろいろこう計画っていうふうな。そうですね。まず今あるアメリカを今2店舗なんで、それはいよいよ11年になるんですけど、いよいよなんか黒字化が安定してきたので、そのビジネスを日本チームのヘルプもより入れながら伸ばしていきたい。プラスアジアどこかは攻めていきたいなと思ってます。なるほど、はい、最終的にこういうふうな感じの目標を掲げてるっていうふうな数字の部分とかってあったり、最近やっとかけたんですけど、2030年にグループの年間売上目標を100億円、それもただ途中経過で100億円、それ以降は何億かはまだ決めれてないですけど、2030年の100億円はみんなで達成しようと先日の社員旅行で発表しました。結構その海外でやるっていうふうになるとまた日本でやるのとはすごいまた別のこう大変さっていうのがあると思うんですけど、やっぱりそれでもやっぱりこうやっていくみたいなところっていうのは何かやっぱり思いがあってのことですか？多分日本人が持ってるレストランのスキル、レストランの実力、レストランってとんでもないハイレベルなんですよね。多分日本が今持ってる武器の多分トップ5ぐらいに入るぐらい明らか武器なんですけど、なかなかその英語の壁である言葉の壁でチャレンジできてないんで、それを思って11年前にやったんですけど、よりそれが深まってちょっと力ついてきたんで、それを進めたいと改めて思ってます。じゃあそこでもう今本格指導じゃないですけれども。そうですね、はい、ようやく
始まった気がします。そのため100億円に向けてなんかこうそれこそそうですね、新しく入ってくる方だったりとか今いる社員に対してメッセージじゃないですけど、こういうふうになってもらえたらなっていうふうな期待の部分だったりとかってあったりしますか？この前社員旅行でも語ってもらったんですけど、その個人のそれぞれの目標と夢、それを叶える過程で100億円があって、そのお互いそのベクトル一緒で行く目的が一緒の会社を作りたいので、そこでそういう活躍をしてほしいなと。100億円の過程で自分の夢が叶えれるような、そういう気持ちで仕事に向かってきてほしいなと思います。はい、いろいろこう大変なことって多分100億企業を目指すっていう以外にも、多分これまでもたくさんあったと思うんですけど、それでもやっぱりやり続けるんだ、こういうふうな企業にしていくんだみたいなところがなんか最後に聞けるとすごくいいのかなと思うんですけど、それでいうと飲食業自体のやっぱり日本におけるポジションっていうのがやっぱり低いと思うんで、そのステータスを上げたいというか、僕たちレストランバンクが関わってるお店の子たちだけでも、飲食やっててよかったなとか、飲食やっててこういう気づきを得てこういう人生になったとか、そういう存在プラットフォームになりたいなっていうふうに思います。なんかこう若い子がね、こうやって一生懸命やってくれてるのを見ると、なんかうちで飲食レストランバンクで働いたことで、なんかこの子たちの未来がなんかちょっといいものになったり、本当のことを言うとこの子たちが飲食業に入ってやりたいなっていう企業にしたいなと。なんか大学行った子たちが飲食業に入ってこずにちゃんと卒業していくっていう、なんかそうじゃなくて、大学生たちが飲食業に入ってくるような飲食業にしたいなと思います。はい。ありがとうございます。